こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回はどうしたら失敗を恐れずに行動できるようになるかについてお話しします。やってみたいと思っても、失敗したらどうしようという気持ちが先立って尻込みしてしまう人に向けた話です。結論を先に言えば、最初は失敗するのが当たり前と頭に叩き込むこと。新しいことを始めるときは、失敗が当然で成功は例外だと初めから割り切ることです。初回は何でもうまくいかないのが普通。8割9割が失敗で、1割ぐらいがたまたま成功するといった感じです。失敗するのが当たり前だと思えば気が楽になり行動しやすくなります。最初からうまくいかないと分かっているのになぜわざわざそれをするのか。どうせ失敗するならやらない方がマシだろうと考える人もいます。その答えは結果には関係なくチャレンジすることで新たな発見や学びがあるからです。たとえ失敗しても行動のプロセス中には想像以上の大きな学びができて、その学びが将来的に自分の役に立つこともしばしばです。新しいことは新鮮だし、ワクワクすることも多くあり、人生を豊かにしてくれるものです。最初のうちは失敗しても、その度に学習して、次回の挑戦時にその学びを活かせれば、近い将来必ず成功できます。失敗が怖くて、新しいことができなければ、好奇心が満たされることもなく、楽しい学びの機会も逃してしまうことになります。これはもったいないことではないでしょうか。失敗を恐れるのは、失敗は悪いことだという不当な信念があるからです。この不当な思い込みは、幼少期に親や学校の教師により植え付けられたものです。子供の頃、うまくできないことがあれば、叱られる経験をたくさんしたのでしょう。周囲の大人たちから失敗に対してネガティブなコメントを受け続ければ、自然と失敗するのはいけないことだと思うようになります。失敗により叱られた経験が多ければ多いほど、この信念は強化され、失敗はいけないことだと信じるようになるんです。逆に、どんどん失敗しなさい。失敗は学びのチャンスなのだから、と言われて育てば、失敗を悪いことだとは捉えません。うまくいかないことを恐れないから、どんどん新しいチャレンジも躊躇なくできます。挑戦するたびに新しい発見をして、いろいろなことを徐々に学んで、長期的には素晴らしいスキルや知識習得が可能になります。最初は失敗が普通だと考えるから、失敗しても落ち込みません。それどころか、このやり方ではダメなんだ。ではあのやり方で今度は試そうと積極的に自分で考え、行動していく力もつきます。失敗を恐れ、尻込みして何もやらない人と、失敗は当然だと思い、どんどん挑戦していく人とでは、数年も経てばスキル的にも能力的にも大きな差が出てきます。この差は失敗をどのように捉えるのかの違いによるものです。失敗は悪いことだという不当な信念を手放しましょう。その代わりに失敗は学習のチャンス、人生を豊かにしてくれるものだと書き換えてしまいます。そうすれば失敗するのも恐怖ではなくなります。特に新しいことに関しては、失敗は当然だと最初から自分に言い聞かせて、いろいろなことに臨めば、
失敗によってがっかりすることもありません。もちろん失敗により失うものが大きいケースもあります。そんな場合には慎重になる必要はありますが、日常生活において大抵のことは失敗したところで損失もさほど大きなものではありません。失敗しても大したことはないのだから、自分が興味を持つことには迷わずどんどんチャレンジした方がいいです。最初からはうまくいかないのが当然でも、何度か繰り返すうちに徐々に上達していけます。そのプロセス中には楽しい発見をしたり、今まで知らなかったことを知って、充実した時間を過ごすことも可能です。最初はうまくいかなくて当然と頭に入れて、気軽にいろいろなことに挑戦していきましょう。ということで今回は、どうしたら失敗を恐れずに行動できるようになるかについてお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。